こんにちは、みるみるです。西と東のコンタクトに収録されるカードの個別カード FAQ が公開されました。中にはテキストを読んだだけではわからない裁定もあります。チャレンジ戦の開催も踏まえてこの動画では、まず自分が使わなくても頭に入れておくべき裁定、続いて余裕があるならば頭に入れておいた方がいい裁定をご紹介します。では行きましょう。まずは自分が使わなくても頭に入れておくべき裁定を一挙に紹介します。 ID0188 ハットリエイジをはじめとした裏向きセットのルールです。緑を中心にデッキの一番上のカードを裏向きでセットできる能力や効果が登場しましたが、裏向きセットのカード情報はプレイヤーであっても確認できません。これはしっかり覚えておかなければいけませんね。またこの裏向きセットのカードはキャラともイベントとしても扱わないカードとして扱われます。そしてその裏向きセットのカードがたまたまリムーブ時に発動する効果を持っていてもその効果は発動しません。続いては ID0191 の沖田宗師、複数枚のキャラを選ぶ能力を持つカードですが、一度選んだカードを重複して選ぶことはできません。当然といえば当然ですかね。続いては ID0192 鬼丸たけし、まずは相手がアクションを行う際に必ず発動して、鬼丸たけしがルール上アクション指定できる場合は必ず指定します。このキャラはルールに干渉する厄介なカードですね。アクション指定強制能力は鬼丸たけしがアクティブ状態のルール上指定できない場合でも発動自体はします。これについてはコナン TCG のターン1ルールの特殊性を解説した過去動画がありますのでぜひご視聴ください。また名乗り状態の突撃、事件を与えられたようなキャラのアクションに対しても同様の発動はするが無意味である状況が発生します。そして多くのプレイヤーが気にしていた裁定が鬼丸たけしが場に2体いる場合の裁定ですが、これはいずれかの鬼丸たけしを指定してアクションするという裁定になりました。鬼丸たけしが2体いた場合アクション不能になると現状のコナン TCG ではとんでもなく有利な盤面になりますから当然といえば当然ですかね。 ID0200 ハットリ平蔵はカットインを無効にできる効果を持っています。相手のカットインを無効にした後に相手はさらにもう一度カットインを打つことはできません。カードゲームに慣れていると当然の裁定ですが、慣れていない方には混乱する裁定かもしれませんね。交流戦だったらうっかりしてたので巻き戻して良いですかが通るかもしれませんが、チャレンジ戦だと明確に無効にする効果なので巻き戻すことができません。続いては ID0213 不動ゆき子、 LP2 以上のキャラから変装するとコンタクトでリムーブされない能力がありますが、このコンタクトでリムーブされない能力はあくまで AP の判定によってリムーブされないだけであってジンのカットイン効果によってはリムーブされます。これは類似する効果を持つベルモットも同様の裁定が下っています。続いてはチョーカー型変成機、セットしたキャラに相手の能力や効果によって選ばれた時それを無効にするという効果を持っています。この無効される部分はカード自体を無効にするわけではなく、選びもしくは選ぶのテキスト以降を全て無効にする裁定になっています。公式 FAQ を参考に例を挙げると、相手の手札を1枚捨てる、キャラを1枚まで選びリムーブする、カードを1枚引くという効果を無効にした際は、手札を捨てる効果は有効のままでリムーブする効果とカードを1枚引く効果が無効になります。また新カードを着た創始の効果のうちの1枚に選ばれた場合はそれ以外のカードへの効果も無効にできます。続いては自分が使うならば頭に入れておいた方がいい裁定をご紹介します。 ID0179 江戸川コナンをはじめとする自分ターン AP+3000 のカットインです。このカード相手ターンでは効果が全くないカードとしてカットインを使用することができます。一見無意味な行動ですが、毛利探偵事務所や探偵を持つコナンを能動的に手札からリムーブに置いて毛利蘭の効果やアムロトールの効果で登場させられるので覚えておくと良いかもしれません。続いては ID0189 よりもが、パッと見は登場時の能力によって登場したターンの自分ターン終了時にのみカードがセットされたキャラをアクティブにできるように見えますが、実は毎自分ターン終了時にアクティブにする能力は発動が可能です。このカードの未テキストの書き方が特殊でして、他の複数能力を有するカードは1行目にアイコンなし能力が書かれて2行目にアイコン有の能力が書かれることが通例でしたが、なぜかこのように無駄だけそのテキストルールが崩れています。これは分かりづらすぎる。使う場合は注意しましょう。続いては ID0190 大カモミジとトランプ銃の特殊裁定。まず大カモミジはセットカードが現場から離れた時に能力が起動します。そしてセットカードであるトランプ銃は現場から離れる時に代わりに現場の回答にセットし直す効果を持っています。
トランプ銃のセットし直す効果が起動した際は現場を離れていない扱いなので、大岡もみじのセットカードが現場から離れた際の能力は発動しません。さらに黒の組織のキールとトランプ銃の最低です。キールは相手のセットカードをリムーブできると突撃キャラを持つことができますが、トランプ銃をリムーブしようとしてトランプ銃自体の効果でリムーブされなかったとしても、キールの突撃キャラを得る効果は有効になります。ここの最低はちょっとややこしいですね。個人的にトランプ銃は採用率が高くなりそうと予想するので、使う方は覚えておいてあげてください。そして犯人、このカードは毎ターン終了時に証拠と入れ替わる形で証拠になる効果を持っていますが、証拠0枚の時はなんと犯人入れ替わりではなく1枚目の証拠になってくれます。そしてコナン TCG の効果処理の方向性で暗示されていた実行可能な部分を解決するが初めて明文化されました。コナン TCG のカード効果を解釈するのに重要な一文ですので、カードゲーム自身2期はぜひ頭に叩き込んでおきましょう。この音は平次のバイク。今このカードの裁定をめぐって大論争が巻き起こっているのをご存知でしょうか。平次のバイクは緑の探偵にセットできるカードなのですが、セットされているキャラは突撃キャラと、このキャラは相手の現場にいるアクティブ状態のキャラを指定してアクションできるを持ちます。例えば平次を手札から出します。そしてネクストヒントで平次のバイクをセットします。これにより平次は突撃キャラとアクティブキャラへアクションできるようになります。ということでアクティブ状態の江戸川コナンにアクションを宣言できません。これ現在の公式の裁定によると、アクティブ状態へのキャラへのアクションはひな乗り状態、突撃、迅速のいずれかを満たしていなければいけないようです。突撃キャラではアクティブ状態へのキャラへのアクションは認められないそうです。正直この裁定はわけが分かりません。裁定変更を切に願います。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。